はい、どうもこんにちは。金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。岩牡蠣っていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。岩牡蠣。っていうことでね、前海鮮ボックスから出てきた、ブランドの牡蠣。この夏の輝きと書いて、夏木と読みます。鳥取産のブランド牡蠣、注文しました。全部で6800円です。なんで10個ありますんで、1個680円ですね。牡蠣としては、なかなかなお値段ですけども、全然それぐらいの価値はあるなと思う牡蠣ですので、買いました。お前また牡蠣かよと。もういいよって思うかもしれませんけども、もうこれはね、もう再生数を取りに行くとかではなくて、僕は好きでやります。というわけで今日はこちらの夏木を使って鍋にしようかなと。まだ夏真っ盛り、暑い日が続いております。暑い日にこそ辛いものをということで、今日はこちらの岩牡蠣を使って岩牡蠣のチゲ鍋を作っていきたいと思います。そうしましたら一度こちらの牡蠣を洗っていきます。天然物ですんでね、どうしても周りにイソギンチャクとかゴカイとか海藻といったね不純物がついてますんで、これを軽く取っていきます。はい、こんなに汚れが取れますんでね。はい、そしたら剥いていきます。軍手をつけて、こちらのオイスターナイフ。これで剥いていきます。貝柱、こっちから入れて取るやり方と、で、あとこっちから入れて取るやり方。で、この隙間からガコって入れて取るやり方。いろんなやり方あるんですけど、今日は、この夏木っていう牡蠣はね、すごく形が揃ってて開けやすいので、こっちから開けます。この上の方から開けてやるやり方が、一番牡蠣の身が傷つかないで綺麗に取れるような気がします。こう入れて、スライドさせます。すぐ外れます。パカッと。はい、こんな感じ。もう一度いきますね。ここら辺から入れて、よいしょ。おお！ほんとね、すごく開けやすいです。で、毎回説明するんですけど、岩牡蠣っていうのは、真横からこう開けるイメージあるんですけど、実は違うんですよね。真横のちょっと上。ここら辺に上の殻がかぶさってるんで、実質ここなんですよ。ほら、ここから入るんですよ。開くと。初めての人でもかなり開きやすいサイズだと思います。ただこういう風に形がいびつな牡蠣、こういうの開けるときは気をつけてくださいね。ちょっとね、難しいんでね。でもどうしても開かないなーって苦戦しちゃう場合は、焼いたり蒸したりした方がいいですね。ちょっと力とコツがいるんですよ。こういう形が曲がった牡蠣は。よいしょ。こんな形ですから。はい、こちらに食塩水を作ったら、そこに剥いた牡蠣を次々と入れていきます。で、一度まな板を洗います。きれいに洗います。牡蠣の殻はバッチリでね。で、まな板は一回洗って流して、でもう一回洗う二度洗いが殺菌には効果的です。で、きれいに洗えたらそこにハイターまんべんなくかけて、キッチンペーパーやラップをかぶせます。これで10分置きます。こういうちょっとしたことが食中毒の予防にはすごく大事なんですよ。はい、10分経ったら洗っていきます。で、こちらの塩水につけた牡蠣を軽くこうやって洗っていきます。細かい殻とか汚れをこの段階である程度落としていきます。どうしても貝柱付近に殻の破片とかがついてたりしますんでね、これを落としていきます。そしたらこちらの大量にもらった片栗粉。もう賞味期限もありますんでね、ふんだんに使っていきます。片栗粉で汚れを落としていきます。おら、ちょっと入れすぎたかな。いきます。よいしょ。おほほほほほうわ、気持ち悪い。無理だ。まだ俺にはこのステージは早いわ。よう考えたらこんな不可能に近いことだったので、ビニール袋に入れていきます。で、実際ね、この片栗粉恐怖症っていうのがあるらしいですよ。僕みたいな悩み持ってる人たくさんいるみたい。片栗粉恐怖症で検索してみてください。でこうやって揉み込んでいきます。片栗粉をね。こうやってゴシゴシゴシと。で、これで牡蠣についてる汚れをさらに落としていく。そしたらこちらの牡蠣を洗っていきます。
はい、このように牡蠣が洗浄できました。そしたらお鍋の用意をしていきます。土鍋にアサリを入れます。そこにお水。で、こちら、蓋が開くまで煮立てます。で、鍋の具材がざっとこんな感じですね。キムチ、豆腐、豚バラ、ニラ、白菜、で唐辛子。で、今日はこちらのリスナーさんからいただいた大黒しめじ。これも使っていきます。これがね、美味しいんですよ。今日はスープも自分で作ってきますんで、またここにない材料とかも使うかもしれませんけどね。だいたい材料はこんなもんですね。唐辛子、豆腐、豚バラ、はい、そうしてるうちに鍋がいい感じになりました。アサリの口が開いて出汁がたくさん取れました。そしたら次はフライパンにチェンジして、ごま油をフライパンに、豚バラを炒めていきます。ニンニクもすりおろして入れていきます。で、そこにキムチも入れていきます。で、その豚キムチをこちらのお鍋の中に入れていきます。で、ここにコチュジャン結構たっぷり入れます。一度味見します。うわー、うまっ。で、ここにホワジャオ、山椒を加えていきます。結構たっぷり加えます。で、そこに味噌も少し加えます。一度味見。うわー、うまっ。仕上がってきてるわ。で、そこに白菜、青唐辛子、豆腐、大黒しめじ、で、牡蠣、最後にニラ、で、追いキムチ。蓋をして一煮立ちしたら完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。半端じゃなくうまそうだ。そしたらまずこちらの牡蠣と、なんといってもチゲダメはこの木綿豆腐がうまいんです。で、ニラもたっぷり。で、下の方には味が染みた白菜も入ってますんで、こちらも入れて、大黒しめじ、豚肉もたくさん入っております。で、旨味たっぷりのスープもこの中に入れて、卵を割って溶きます。そしたらまずこちらの岩牡蠣、卵にくぐらしていただきます。うわ、うめえ。さすが夏木さんですね。チゲ鍋にしてもうまい。牡蠣の独特な癖がね、少ないですね。この白菜とかこのニラのゾーン、これを卵にくぐらせていただきます。あー、もう最高。大黒しめじ。エリンギのいいとことしめじのいいとこ掛け合わせた感じ。スープがね、うめえんだ。はい、ということで今日はこちらの牡蠣のチゲ鍋ときましたら、お飲み物こちらでいっていきたいと思います。せーの、でゲイロのやつ。激辛チゲ鍋に冷たい銀色のやつ。はい、こちら7対3ですね。いただきます。最高の組み合わせ。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日はブランド牡蠣、夏木を使って牡蠣のチゲ鍋を作ってみましたけども、とっても美味しくできました。辛いのが好きな人はもうちょっとね、辛味調味料入れてもいいかもしれない。にしても汗がすごい吹き出てきちゃって、冷たいシャワーでも浴びて、一眠りしますか。というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。